はい、関西空港に到着しました。こんにちは、葵です。実は1週間だけ一時帰国をしておりました。そしてエミレーツのファーストクラスを利用してトルコの方に戻ります。その際の様子を動画にまとめてみたので、どうぞよろしくお願いします。実は関空に行く電車が和歌山行きになっていてびっくりしたのですが、半分切り返して関空に行くタイプの電車でした。寝てたら和歌山まで行っちゃってたと思うとめちゃくちゃ怖いです。なので関空に行かれる方はちょっと気をつけた方がいいかもしれません。ということでチェックインカウンターに向かいます。実は私広島生まれ大阪育ちなのですが、関西空港の国際線は今回が初めてでちょっと緊張しております。どこに行ったらいいんだろう。国際線、ここ国内線なの？どこ？国内線の場所が分かりません。国際線か。インターナショナルデパーチャー4階ってなってる。ということは4階なのかな。今関空こんな感じで人が全然いません。ショップはジュエリーショップしかやってない。あとやってるのがすき家とスタバとマクド、あとはローソン、ファミマぐらいか。ということでチェックインしに行きます。3時間前に到着したのですが、チェックインカウンターは空いておりました。エコノミーの列も空いています。ファーストクラスのレーンから入るのはちょっとドキドキしました。チェックインは JAL の方がされていました。ありがとうございます。お願いします。エミレーツのファーストクラスは合計50キロの荷物が預けられるとのことでしたが、世界一周するため50キロの荷物は持ち運べないので少々もったいない気もしました。チェックインが終わりました。今回片道のフライトだったため、係の方に帰りの便を持っているか聞かれたんですが、トルコへはここ半年で2回行った際に何も聞かれてない旨説明すると、もし現地で何か言われた場合はその場で取ってくださいねとのことで問題ありませんでした。ですがもしかしたら今後は取った方がいいかもしれません。手荷物にはタグをつけないといけないみたいなのですが、つけていただいたタグが少しボロついていたためちょっと笑ってしまいました。ファーストという文字は恥ずかしいので隠したいです。ということで出国審査を終えたのですが、関空は出国前に自衛官チェックがあり、パスポートをピッとされました。羽田成田ではなかったので少しびっくりしました。北と南ウイングどちらに行くにもモノレールを使えるみたいです。ちょっと面白いけど余裕を持ってないと大変なことになりそうですよね。国際線は1日に10本ぐらいしか飛んでないように見受けられました。8時半に到着した時には残りの便は2本しかありませんでした。そして私が乗るドバイ行き、こっそり10分早まってます。出国の免税店は1店舗だけ空いておりました。ロイズも売ってたので少し買おうか悩みました。実はアブダビのホテルでチョコ1箱が3500円ぐらいで売られていたので、ちょっと欲しくなっちゃったりもしてますが、買うのはやめました。本来なら JAL のラウンジが使えるようですが、現在は閉まっているようで使えないとのことでした。成田空港の場合は飲食のバウチャーをもらえるらしいのですが、関西空港ではそれもないようでした。少し残念です。関空のウェブサイトにはカードラウンジが空いているとのことでしたが、実際は空いておりませんでしたので、
関空では他社便も含めラウンジは一切やっていない状態でした。羽田、成田比べるとやはり少し不便に感じます。はい、では登場します。搭乗を待つ場所がファーストとビジネスだけ区切られていてびっくりしました。そしてチケットを確認していただき、座席まで連れて行ってくださいました。自分でも場所がわかるので少し恥ずかしいのが現状です。YouTube で何度も見ていたこの景色が目の前にあるのはちょっと不思議な感じがします。手荷物は座席の上に収納スペースがなく、足元に全て置けるような形でした。私はカメラやレンズの重い機材が入っているので、足元に置けるのはすごくありがたいです。CA さんに座席の使い方お聞きになりますかと聞かれたのですが、時間をかけて説明してくださるのも申し訳ないので自分で触って確かめることにしました。ですが全然使い方がわからなかったので聞けばよかったと少し思ってます。コックピットもちらっと見えました。はい、アラビックコーヒーとデーツをいただきました。いい匂いする。そしてウェルカムドリンクにドンペリをいただきましたが、一口いただいてから酔い止めを飲んだことに気づき飲むのをやめました。いただいたのにすごい申し訳ない気持ちでいっぱいです。すみません。メニューをいただきました。開いてすぐにドンペリの文字が。私はお酒は得意ではないのでよくわからないのですが、ワインの種類が豊富でした。こちらはワイン以外のドリンクメニュー、ノンアルコールカクテルもあったりと種類の豊富さがすごいです。しかし私は毎回お茶しか頼みません。これからはいろんなものを試してみたいと思います。そして機内食のメニュー、深夜便なので軽食と朝食しかありませんでした。軽食は自分で選んでいつでもいただけるようです。食べたことのないキャビアに挑戦してみようと思います。スリッパをいただきました。Ladies and gentlemen, boys and girls, very good evening from Flight Deck. Captain is speaking. Everybody welcome on board the Boeing 777 of Emirates Airlines operating today service from... はい、ベルト着用さえも消えたのでいろいろ触ってみることにします。座席のリクライニングのボタンが多すぎて大変でした。照明や扉の開閉までこのボタンでできるみたいです。そしてプライバシーボタンもありますね。こちらはドリンクが出てくるボタン。楽しすぎて何度も開けたり閉めたりしちゃいました。ただドリンクは常温のためお水だけしかいただいておりません。コーラとかそういう系を飲む場合は普通に頼んだ方がいいと思います。そしてこちらの引き出しにはエミレーツの手帳とボールペンが入ってました。手帳は荷物になるのでボールペンだけ何かと必要になることが多いのでいただくことにします。はい、ということでお手洗いに来てみました。ブルガリのこれは何だろう、何かやアメニティ等はありました。ボーイングの方はエコノミーとそこまで変わらないように感じました。はい、そして機内食、テーブルクロスを引いてくださりお茶も用意していただきました。そしてスプーンやナイフ等を丁寧に置いてくださってコース料理を食べに来たかのような勢いを感じました。この時目線をどこにやっていいかわからなくてずっとキョロキョロしていました。はい、キャビアが来ました。実はキャビアを食べるのが初めてで、初めてのキャビアを機内で食べるとは思ってもみませんでした。食べ方がよくわからないのでとりあえず一つずつ試してみました。癖もなく美味しかったですが何度も食べたいとはならなかったので今回の経験で十分だと私は思いました。
後から気づいたのですが、これキャビアのスプーンだったようです。そしてお寿司が来ました。これでお腹いっぱいになったのですが、カレーも食べたかったので3時間後にカレーをお願いすることにしました。今回日本に一時帰国した1週間もヨーロッパ時間で生活していたため、まだ眠くありません。なので機内に置いてあるお菓子とかアメニティを紹介したいと思います。ドライフルーツにいちごのお菓子、そして野菜スティックのお菓子、70% のカカオチョコ、あと野菜チップス、そしてナッツとドライフルーツにこちらはミント。すごい種類が豊富でした。私はお腹がいっぱいだったので食べたのはミントだけです。こちらはアメニティ、なんとブルガリのバッグ、ポーチでした。そして中身は歯ブラシ、歯磨き粉がコルゲートでした。はい、そしてこの中にはなんとブルガリの香水が入ってます。私は香水が得意ではないので誰かにあげたいと思います。もし旅先で出会ってブルガリの香水欲しい人いたら教えてください。そしてこちらはボディクリーム。匂いがめちゃくちゃブルガリでいい匂いでした。そしてまさかのこちらはブルガリのお手拭き。お手拭きまでブルガリで、これは使えませんでした。これはブルガリの化粧水。そしてこちらはブルガリのリップ。あとはティッシュ。こちらはブルガリではなくエミレーツと書かれていました。あとは質感のいい櫛が1本と、そして手鏡。以上です。アメニティが豪華すぎてびっくりしました。そしてヘッドセットは B&W。ノイズキャンセリング機能がすごくて快適でした。そしてパジャマもいただきました。入れ物がもうおしゃれで、本当は持って帰りたいぐらいなんですが荷物になっちゃうのでパジャマだけいただきました。実はパジャマが気に入ってしまいまして、降りる時も上だけ着て帰りました。お腹のところにポケットがついててすごい便利でした。そして少し動画の編集をしていると、もうすぐカレーが来るそうです。またしてもテーブルクロスを引いてくださり、深夜にお手数おかけしてすみませんという気持ちになっております。ということでチキンカレーが来ました。味は日本のカレーでチキンも大きくて温かくて美味しかったです。ただチキンが思ったよりも大きくて、朝食はお腹がいっぱいになってしまったのでパスしました。そろそろ寝る時間なので布団の用意をしたいと思います。CA さんにやっていただくのは申し訳なくなってしまうので自分で引きたいタイプです。はい、ということでお布団の用意ができました。いつもアナウンスで毛布の上からベルトをするようにとのことだったので、布団の上からベルトをします。寝る前にお手洗いに行ったら何かいりますかと CA さんに言われて、お水とお菓子をいただくことにしました。このポテトチップスがすごい高級な味がしてすごい美味しかったです。フルフラットで広々として快適に過ごせました。天井が綺麗なので扉を開けてみます。ただ天井が眩しくて布団を頭からかぶって寝ないと寝れませんでした。ということでおやすみなさい。はい、おはようございます。機内で寝て寝癖がついたのは初めてでした。実は初めてビジネスクラスに乗ったのもファーストクラスに乗ったのも今年なんです。
ファーストクラスは庶民の私にはちょっとすごすぎて恐縮してしまいました。何日でも乗っていられそうでした。はい、ドバイ国際空港に到着します。本当は次に乗るエアバスの方も一緒に上げる予定だったんですが、少々長くなってしまうため前編と後編で分けることにします。空港に到着してからの待遇もすごくて、よければ次回も見ていただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。